はい、皆さんこんにちは。映像クリエイターのしゅんです。本日なんですけれども、ちょっとどころかすごく残念なお話をしなければなりません。させてください。タイトルにもある通りですね、僕の超愛用していたですね 24-70mm の GM2 のレンズが盗まれました。正直ですね、今めちゃくちゃショックでですね、立ち直れないんですけども、今現実逃避でですね、宮古島に来てるんですけれども、このレンズですね、僕の撮影スタイルにですね、欠かせない一本でですね、かなり愛用していました。どういう状況で盗まれたのかとかですね、このレンズの良さ、魅力、そして今後どうしていくのかっていうところをですね、ちょっとお話しさせていただけたらと思います。注意喚起動画です。何があったかというとですね、実は先日ですね、撮影終わりに路上で置き引きに遭いました。撮影終わりですね、機材をですねバッグにちょうど戻してたタイミングでですね、こうポーチ別で置いてたんですけど、それを目を離してしまったんですよ。でその数分間ですね、5分間ぐらいの間にですね、カメラポーチごと突然消えました。はい。しかもですね、ついでに西の ND フィルターつけてたので、あのフィルターもめちゃくちゃ高いフィルターなんですけど、しっかり盗まれていきました。はい、気づいた時にはですね、もう時すでに遅しということですね。辺りを見渡してもですね、全然レンズなくてですね、まさか自分が被害に遭うとは思ってなかったので、結構ショックです。人生初の置き引き被害ということでですね、すぐに警察に届け出は出したんですけれども、連絡は今のところ来ずということでですね、正直戻ってくる可能性はですね、かなり低いのかなというふうに思っております。やっぱりですね、撮影終わりっていうのもあってですね、こう疲れていたっていうのもあって、ちょっと油断していたのかなと。はい。自業自得っていうところもあるんですけどですね、こういう時こそですね、気を引き締めなければならなかったなと反省しております。僕が盗まれたですね、今回盗まれたソニーさんの 24-70mm GM2 のレンズなんですけど、皆さんご存知の通りですね、本当に最高のレンズでした。一番盗まれてショックが大きいレンズではあってですね、それぐらいこのレンズ愛用してたんですけれども、やっぱり軽量かつコンパクトなのにですね、 F2.8 でですね、ボケ感が美しくてですね、本当にどんな環境でも安定した撮影ができちゃうレンズだと思います。オートフォーカスがですね、何よりめちゃくちゃ速くてですね、さすが GM レンズだなと思ってるんですけど、動画撮影に本当に向いているレンズだなと思ってました。僕のようにですね Vlog であったりとか、こうポートレート風景とか、いろんなジャンルをですね1本のレンズでカバーしたいなと思っている方はですね、ぜひおすすめのレンズになっております。そんなこんなでこういうのレンズがですねなくなるのが本当に痛いということで、実際使っている方ならわかるんですけども、これ1本でですね何でも撮れるんですよ、ぶっちゃけ。それぐらい万能なレンズなんです。だからこそこれを失ったショックっていうのは本当に大きいです。何がこの動画で伝えたいかというとですね、皆さんも気をつけてくださいという注意喚起動画になるんですけれども、今回のですね事件出来事をですね通してですね、やっぱり機材管理の重要性っていうのを改めて再認識させられました。本当にですね、置き引きなんて田舎出身の僕が会うとは思ってなかったので、ちょっと機材に対する管理ですねの甘さっていうのをですねすごく反省しております。そもそも機材をですね、テーブルに置かないとか地面に置かないとか、そういった意識っていうのが足りなかったなと今となっては思うしですね、そういったカメラとか機材を置く場合はですね、誰かアシスタントの方がですね、アシスタントの方でも誰でもいいんでですね、しっかり見張りをつけておくっていうことも大事だと思うし、機材の紛失保険みたいなのがもしあるんだったらですね、そういった保険も入っておけばよかったなと思います。ソニーのプロサポート会員僕入ってるんですけど、あれは機材故障までしかですね対象の範囲がなくて、紛失は対象外なので、そこまでちょっとできてなかったなと思います。紛失保険がそもそもあるのかっていうところはあるんですけど、であとはシリアルナンバーですね、レンズに書いてあるシリアルナンバーはしっかり管理しておきましょう。ここら辺もですね、この盗まれたレンズが何のレンズかっていうのが分かるようにですね、管理はしっかりしておいた方がいいと思います。もし皆さんもですねカメラやレンズを持ち歩くことが多いのであればですね、ぜひ注意してください。特にビデオグラファースタイルでやってるワンオペでやってる方はですね、撮影中集中しているとですね、周りの状況に気を配れないと思うので、そういった時こそですね非常に危ないので、小さい意識でもしておけばですね、リスクは少しでも減らせると思うので、そういった注意はぜひしていただけたらなと思います。
はい、全然関係ないんですけど、宮古島に向かう途中、飛行機の中でですね、正体っていう映画をネットフリックスで見ました。これ主演横浜流星さんでですね、もう本当に最近公開されたばっかりのサスペンス映画なんですけれども、ネタバレになるんで詳細は控えるんですけど、日本中を震撼させた凶悪事件のですね、殺人犯として逮捕されて死刑判決を受けたですね主人公横浜流星さんがですね逃亡するっていう話なんですけども、逃亡していく中でですね彼をですね取り巻く人々ですね、いろんな人と出会ってですね、そこでさまざまな視点から語られる主人公の姿みたいなところをですねが全く別人のようで彼の真の目的っていうのがですね徐々に明かされていくみたいな映画なんですけれども、この映画がですね本当に心にぶち刺さりました。特にですね主人公のセリフで信じたかったんですこの世界をっていうセリフがあるんですけれども、もう今の僕にはですね本当に突き刺さってですね、詳しく言えないんですけど彼の苦悩であったりとか希望が詰まっている言葉でですね涙が止まりませんでした。はい、映画ぜひ見てほしいんですけど、映画見た上でですね今回の 27mm の GM2 のレンズのですね盗難はすごくショックではあるんですけれども、レンズまた買えばいいというか、大事なのはものじゃなくてですね、人との信頼、はい、悪いことがあればいいことは必ず来るというですね、はい、ことを信じて前を向こうという気持ちになりました。はい、そういった信じることの大切さをですね改めて考えさせてくれた映画になります。もし見てない方がいればですねぜひ正体はチェックしてみてください。本当におすすめの映画になります。はい、ちょっと話が右往左往しちゃったんですけども、今回ですね 27mm の GM2 がですね盗まれたというお話をさせていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。正直ですねまだショックはあるんですけれども、同じことがですね今後起きないように気をつけていきたいなという気持ちで今はいます。はい、今後ですね同じレンズをまた買うのか新しいレンズどうするのかっていうところはですね正直まだ決めてはないんですけれども、どうしようかなっていうところですね。このあたりもですねしっかり今から考えてですね、また動画でお話しする機会があればお話しさせていただけたらなと思います。はい、皆さんも十分に気をつけてください。本当に機材は大切なので、はい、この動画が少しでも参考になった役に立ったと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。